長森コレクションギャラリー。貴重なオルゴールやからくり人形、自動演奏ピアノが展示されています。まずはからくり人形をご覧ください。次は2羽の鳥が交互に鳴くシンギングバード。三重奏を奏でるオルゴール。蓄音機が台頭してだんだんオルゴールが終焉を迎えていくんですね。次に登場するのはラジオ。次は蓄音機です。次は京都の西陣織の織物を使ったオルガニート。インテリアとしても楽しめます。
タルゲンオルゴール、共鳴板の上に置くと音がとても響き渡りました。下の共鳴台で響かせておりますので、置いてあげると音が。今日はですね、もう去年から始まって1回目、2回目、3回目、世界の安藤とかね、世界の腰のとか、そういう方のシリーズになっておりましてね、今日はちょっとね、対話の内容が違うような感じを受けますけど、今もさっき話したら結構合うんですよ。だからいいね、なると思います。ぜひ、今日は時間短いですけどね、だけど楽しくやらせてもらいます。私が変なこと言わなきゃ大丈夫ですから。よろしく。今見ていただいたのは、もう何の説明もなくドンと来たんですけれどもリンパ400周年という京都で京都パリが、友好460周年ということで、そういうご縁でですね、リンパのイメージとしてファッションショーをしたんですね。で、その400年ということは、江戸時代にはこういった電気照明、そういうものも音響もないと思いますので、本当にリアルな人が作る。だからそういう意味でおのおのお囃子で、ショーをやりまして、でそれがすごく大変京都の人って厳しくてね、今更リンパじゃないよってケチョンケチョン言われたんですけども、やってみると認めてくれるんですよね。それでニューヨークパリと京都で姉妹都市なので、パリのホテル・ド・ビルっていう市役所ですね、そこでさせていただきました。はい、ということですみません、遅れました。最初僕話すよりもう先に話されてしまって、早おしゃべらんとこれは時間なくならない。今日はそういうことでね、もう世界のね、ごしのさんに来ていただいて、今早速いろんなお話をいただきましたがね、今日はね、これオルゴールのね、ちょっと話を私はしないかいかん。そのためにこれやってるんですから。だから今日おそらくお帰りにも全部ね、このオルゴール会館のね、たくさん私が集めてきたね、ご覧いただくと思うんですね。やっぱり今デジタルの時代でね、アナログの音をね、みんな聞いたことはないんですよ。しかしね、私はこのね、アナログのね、本当に何とも言えないね、癒せるね、音をね、もっとね、普及させたいと思ってね。で、小さい時にね、小学校の時に京都の東寺でね、毎月お祭りがあるんですわ。でそこへね、母親に連れられてね、行ったらね、こんなちっちゃなオルゴールを売ってましてね、で母親が巻いてる時に待っとって、それとこれオルゴール買うてもらわないかなって、母親にこれ買ってくれって頼んでもね、あかんって言ってね、で引っ張られてグワーッと泣くんですけどね、全然それも聞かずにね、それからずっと時間が経ってきてね、そしてオルゴールっていうのはね、ものすごく頭が離れなかったんですね。それで結局長野県に昔三共世紀製作所というのがねありましてね、それが今我が社のグループに入っておるんですけどね、そこオルゴール作ってるわけですよね。唯一の今作ってるあれなんですよね。でその時このちっちゃなオルゴールを買えなかったからね、その会社ごと買いました。それでもうね買ってしまってね、で早速世界のオルゴールを調べていくとね、やっぱりいいのが何百年200年前のがあるわけですよ。それを集めてきたらね、ものすごく値段高いですよ。いくらなら売っていただけますかって高いこと言われてね、少しでも負けてくれたらもう売らへんと言うて集めてきたのがね、今日ご覧いただく
あれであります。ですからオルゴールをね、いっぺんオルゴールに見せられるとね、すごいんです。だから今私がやろうとしてることは、その昔の100年200年前のオルゴールも非常にいいんです。これバネ、モーターありませんが、その時は、バネですよね。それだけではなくてね、やっぱりね、今からこれから100年先ね、これから100年先、100年後に今の古いものも100年後もちゃんと息をしてると。これから先に、最近はものすごいですね、技術がありますからね、その技術でね、オルゴールをね、作ってね、それはもうこのオルゴールが100年のうちに、これ100年前のねオルゴールですよというふうにお聞きいただける。皆さん方はほとんど死んでますわな。だけどその時に、ああ昔こんなもんもやっておったのかと言われてね、で特にこの幼稚園生とかなんかをね来るとね、ものすごい喜ぶんですよ。後ろにあるのがこれすごいですね、大きくて。オルゴールってなんかもっと小さい感じがするんだけど、家具ですね。いや昔のオルゴールこんなんみんな思うでしょ。もう私もすごいんですよこれ。もらいました、ちっちゃいまだ他にもたくさん持ってますがね、ものすごいんですよ、このオルゴールは。長森代表が幼少期からオルゴールに魅了されていたということがね、今伺い知れたんですが、越野先生、日本の伝統的な文化を取り入れて現代的なデザインに落とし込まれているということで、先ほどリンパの映像もそうなんです、本当はここでお話ししてお見せしたかったんですけど座ってみると違ってたんですみません。日本の伝統的な技術を取り入れようと思われたきっかけ、きっかけは、私はパリコレクション22年やってますでしょ。だから1998年の時、フランスにおける日本年というのがあったんですね。その時に私は日本をテーマに今までしたことなかったんですよ。自分自身のオリジナルを見せないと世界に通用しないと思ったから、どっかの影響とか特にヨーロッパの影響を受けてショーをやるっていうのはこれも絶対違反なんです。言ってもしょうがないですね。そんなでそういう人から影響されたものではなくてということで、初めて私やっぱり日本人なんだわと思うことで、日本っていうものを改めて見直そうと思ったのが1998年のフランスにおける日本年だった。初めてそれ何をしたかっていうと、藍染めをやったんですね。でそういうのどっちかって嫌いだったっていうか言ってるんですけど、昔から伝統的にありますよってそのままスポッと乗るのは嫌だったんです。でも大分してから冷めて、やっぱりやってみよう。だけどやっぱりそれを革命的にやらないと、ただすんなりとなんか藍染めする意味ないので、ということを同時にやりながら、やっぱりジャパンっていうのは漆のことをジャパンって言うんですよね。で同時に漆で木箱の漆を塗って漆のコレクションもやったんです。でメゾンオブジェをやったりとか、なんかちょっと欲張りでただ洋服だけじゃなくてあれもこれもやりたくなって、日本ってなった途端にやっぱりパリで一回、勝負っていうかで22年やってると日本が本当に素晴らしいんですね。で世界中から一番憧れるどこって日本って言いますよ。で日本イコールみんな京都来るんですよ、結果的に。で京都にはもうなんていうんです、宝の宝庫っていうのか、本当に皆さん来るだけあってそれだけのこともあるわけですから、そういうものをやっぱり日本人が外から見る、やっぱり外から行ってやっと日本の良さが分かるなみたいな、ちょっと遅いですけど、そんなようなことで日本に目覚めました。長森代表、この長森コレクションギャラリーにも西陣織を用いたものであったりだとか、伝統工芸とのコラボレーション、またデザイナーの方とのコラボレーションのオルゴールもありますよね。どのようにオルゴールをしていきたいと考えていらっしゃいますか？だからね、我々がこれからどんどん出していこうと思っているものはですね、やっぱり郷土にまつわるものをね、そのオルゴールっていうのは、後から見てもらって分かりませんけど、箱がいるんですよ、箱がね。でその今までやったらもう日本の作ったオルゴールっていうのはね、ヨーロッパの棺桶みたいなの作っとるんですよ。なんだこんなもの折れるわけじゃないじゃないかとね言ってね、それをですね、日本には京都にはね、そういう有名な陶芸家とかねいっぱいおるんですよ。そういう方にその箱を作ってもらって、箱って言ったけどデザインね見たものを作ってもらってやるとね、もうみんなはね驚くんですよ、その音を聞いてね。だからそういうものを本当これからね世の中で、だからそのどっかのおもちゃ屋で置いてあるものをみんなオルゴールというふうに思ってるんじゃなくてね、やっぱりこのアナログの音でね、本当にこう
いろんな最新の技術も入れてですね、そういうものを作っていって、そのこれから100年先を問うということを、私やってみようと思ったんですよね。ありがとうございます。やはり伝統的な技術は大事にしながらも、何か新しいもの、革新的なものも取り入れていきたいというお考えもお持ちということで、星野さんともね、共通する思いなのかなと今聞いていて。いや、だから共通する思いはね、先ほども話したんですがね、世界一をお互いに意識してるわけですから、2番ではダメでね、2番ではダメで、もう2番っていうのはビリなんですよ。だから1番に何でも人がやらないうちにそれやってですね、そして世界最後のものを作るということによってですね、それが世の中に認められるとね、いうことが大事だと思いますよ。星野先生はどんなふうに思われますか？その世界で通用するためにやはり一番になるという意識はお持ちだったんでしょうか？世界に一番というより人がやったことないことをやる、これが一番だと思うんです。だからすでにもやったものを頑張ったってそれを抜くっていうのは大変ですよね。だからやっぱり何が今ないのか、やっぱりクールにやっぱり見て、やはり、人と違うことをやる、違いが魅力だと思います。誰かやったものを同じようにすると、その中で競争してもなかなか難しいと思うんですけどね。ただこれだけものがあってね、何がないかって、ないものないんですよ、実はね。ないんですけれども、でもやっぱり未来というのは見えないから、見えない未来に対して何ができるか、これ自由だと思うんですよ。で先ほども空飛ぶ、ね、車とかそんなこと昔考えなかったしね、勝手に言ってるわけですよ。まだ乗ったことないですけど。乗ってもらいますからいや、それをね、なんか冗談で言ってるのが本当になったってことが、私は本当にオリジナルだと思う。そんなことありえないでしょっていうのが正しいかもしれない。それって言われたからやるんだみたいなね、そういうことありますよね。じゃあ今まだ何も実現されていないこともこれから実現していくという、そういう思い。そうだから逆に嘘でしょみたいなことが一番真実かもしれない。だからね、やっぱりね、日本がどうの世界がいろいろ暗いニュースが多いですけどね、その将来を見るとね、明るいことがいっぱいあるんですよ。先ほどね、今言われたように空飛ぶね、自動車だってね、この間大阪万博で出すとか言ったけど、僕は見とったら2000本やなと、あんなもん絶対飛ばないと言ったら、案の定どっかと隠しましたけどね。だからやっぱりね、しかし実際我々はそういうものをすでにもう手がけてるわけですよね。だからそれは必ずその次時代が来たらですね、そういうものに乗ってですよ、今もう朝車が混んでですね、それで間に合うかなって心配したりなんかしてピューッと飛んでいったらね、もう一人で飛ぶんですよ、勝手にシューッと飛んで、家帰ってきて家に置いといて、朝までそれ乗っていくと。だからもう車の次にそれがやってくると。だから今車はいろいろ言ってますけど、車の代わりにそれが出てきてですね、混雑なんかないんですよ。その時代はもう近いうちにやってくると。だからこれはまたオルゴールと別の話ですがね、それは。だけどね、明るいですよ、将来の世界は。世の中モーター化ですね。そうですそうです。もう動かなくてもいつの間にかそこにいるみたいな。そう、待ってますから、それです。そういうのね、今冗談で笑ってることが現実になるんですよ。今あることはもう過去ですから。だからやっぱり過去を追求するんじゃなくて、やっぱり世の中さっき明るいと言った途端にやっぱり前に行くんじゃないかなって私はいつも思いますね。前に行くために過去があるというようなお考えでもある。過去はもう変わらないですから。だから過去があって現在があるんですけれど、終わりじゃないです。出発です。その通り。この意見が今日一致しましてね。だいたい僕そういう話するとね、みんなバカにしてね、またあんたホラーかと言うんだけど、違う、ホラーは言ってないんだと、必ずその時が来るということを言ってるのにね、誰も信用しないからね。だから会社作ったで1兆円にすると言ったら、また大ボラかって言ったら、それがね、次また2兆円や5兆円やって言って、しかしそれがね、実現するんですよ、必ず。そう思うとね、明るいですよ。でね、ご自分でね、おっしゃるでしょ。
自分そのある樋口さんっていうアサヒビールの樋口さんっていう方が私とすごい仲良かったんですけど、誰も聞いてなくても自分の耳に聞いてやってるんですよ。あれかっこよかったですね。それ同じような感じです。ご自分に言ってるんですよね。みんな聞いてもね、ではやりましょうって人いるかもわかんないけど、誰も信用してないで、信用してない人が多ければ多いほどそれは成功すると。その通りです。それだけ新しいものって分かんないから、分からないけれど言った限り責任持つじゃないですか。言ってしまったもんね。だから誰が責任持つか、自分が責任持つわけですよっていう大きなビジョンをここでもう宣言しちゃったわけですから、もう言った限りね、大変ですよね。今日言い合わせた皆さんが証人となりますのでね。承認者。いやだからね、今の教育が間違ってるとね、今の大学はダメだって言ってね、みんな言っておられるんですけどね、そんなこと言ったってね、誰も変わらないわけですよ、その文科省みんなおってね。だから僕自分で大学6年前やったわけです。だからおそらく人が必ず足らなくなってくると、エンジニアが不足してくると、それをまた国が悪いとか言ってるの知らないから、自分のとこで大学作って、そこからそこの卒業生を自分とおかし入れればいいんじゃないかと。だから問題の解決というのはもうそれは自分でやらないとね、解決しないんですよね。だからその将来の見えない世界の話をするっていうのは、そんな無駄なことやってどうするんだ。いや、それは現実化するから言うてるんだってね。必ずあなたが生きているうちにやりますからとかね。僕は京セラの稲村さんにもそれはあんたの会社抜きますからってでお前は何だか人の前行ったら京セラ抜くって言うてけと言ってね、あの時に結婚式行ったらね、稲村さん夫妻がね仲人しておられてね、奥さん僕のとこ見えてね、あなたはねその京セラ抜くっていうことをあちこち言ってるでしょうと。抜くならね、うちの主人が元気なうちに抜いてくださいよっていいですね。やっぱりそういう大きな競争ですね。大きな喧嘩。だからそれはね、誰が何と思うことをね、自分の思うべき道をね進んでいくというのが正しいんじゃないですか。でもそうして良きライバルがいて切磋琢磨していった先にやっぱり今があるのかなというふうにも思います。やっぱり一人じゃないですね、下の世の中。やっぱり競争相手がいたり必ずいるものですよ。で、私なんかもう子供の時からもう競争相手だらけで大きくなりましたからねだからやっぱり強くなりますよね。でその中で常に行こうと思ってるから、だから年齢も何も全然関係ないですよ。私ファッション界にあんなこと出たと思ってます私の出たのはもう完全に負けてますからいやでもお互いにさっきも裏で話お互いに天命ですねということでね、計算してここまで来たわけではなくて、頑張って努力してきたわけでもなく、好きなことをやってきたら今になっちゃったみたいなこと。好きなもの、好きこそものの上手なのでね、まず好きっていうことからね、やっぱり本気になってきますよね。でそれで、みんなに負けないようにトップを行くためにやっぱり好きっていうのはすごく、だから子供の時に出会ったというもうなんてこのオルゴールのこんなちっちゃいの、子供の時に出会ったことがきっかけでこんなになったわけでしょ。ね、だから子供の時って子供をバカにできないと、子供をやっぱり絶対子供に見せてそこに目覚める頃から絶対来るわけだから、やっぱり小さい時の見たものって絶対忘れないんですよ、その思い出は。でうちの場合はもっと呉服屋なんですね。でそれを時代的に洋装店になって私たちの時代になってるんですけど、だから和のものって遠い話じゃなくて地にあるんです。日本人というよりももともと呉服屋ですから、皆さんカーネーションねご覧になってるでしょ。それこそ小林薫さんじゃないけど呉服屋の本当にまんまで小さい頃の経験があるので、あれ結構リアルな感じで、っていう、それと競争心っていうのかな、環境ですね。それがやっぱり一種の計算でもなく天命です。特に兄弟の中で喧嘩して、一番子供の頃やっぱりライバルっていうのは兄弟でしたね。そうだね。そこにうちの母も入ってくるんですよ。4姉妹って言われた。これでおしまいとか。やっぱり競争必要ですからね。やっぱりそうやってね、喧嘩したり切磋琢磨しながらね、
教佐相手が身近にいるわけですよ。そうですね。で今度学校に入ると健三さんとかって教佐相手また新しく今度もううちの家族なんかも相手にしないわみたいな感じで今度新しい教佐相手が見つかるわけです。そういうなんかね、それで今度異業種の人といわば競争するじゃないですか。で社会が知ってくるみたいな、常にやっぱり競争心っていうかライバル心っていうのかな、言わないけれど心の中にいつもあります。それ誰でもあると思うんですよ。ありますよね。ありますよ。それはもうやっぱ負けたらいかんちゅうね。そうですね。今の世の中みたいな競争させてはいけないみたいなね、学校の私の家の近くに小学校あるんですけどね、運動会やってね、それでよいどんであいつが一番や思ったらそのテープの前でみんな全員止まってね、P 全員一番や。そんなことそんなダメ。私ずっと一番だった。なぜかっていうと岸和田のだんじりでトップ走ってたから。本当あれが基本なんです私。中間じゃなくて一番綱のトップ走るんですよ。そうするとなんか自分でみんなついてくるような気分になる。いやあれはもう子供の頃から忘れないんですよね。途中とか真ん中持たないんです。綱の先っちょの最初持つんです。すごいなんかね、やっぱりね。それがなんかすごく好きだったんです。走りが速いから。いやでもやはり幼少期に見た景色だったり体験したことというのは人生にも大きく影響があるということで、やはりこの貴重な収蔵品の数々、長森代表、いろんな若い世代の方、お子様方にも見ていただきたいですよね。もうね、このところね、これ2周年ですけどね、幼稚園のね人たちがたくさん来るんですよ。これどんなに喜びます。見て触ってね、出てね、だからその気持ちをね残していただいてね、君もね経済学部とか言ったらあかんよと、必ず工学部入れよと今言っとるんですけどね、おそらく早稲田このにはまた全然違う道に行ってしまうと思うんですけどね、それぐらい技術者が足らんからね、技術者になってくるよって言ってたのとね、はいって言ってね、言うて帰ってきますけどね、おそらく1人か2人でしょうな。幼稚園生だとちょっとね、そうですね。それとね、お年寄りの方がね、ものすごくたくさん見えるんですよね。だからその方々がね、非常にその音を聞いてね、ものすごく癒されるって言うてね、で同じ方が何回も見えるんでね、同じ方が何回も困るなと思っとったら、ちゃんと友達を連れて見えるわけですよね。だから一人で見えた方が今度は3人連れてくる。でまたその3人の方が今度5人連れてくると。でみんながね、こういっぺん行けよとあご言ったらね、ただやからただお金取らんからね、何回でも行ってももうただやぞって言って来てくれるんでね、これはね非常にね、こんな音を聞けるの久しぶりやなって喜んでいただければね、これ非常にいいあれですね。オルゴールの音って独特ですね。なんか普通の音楽とも違い、マシンとこれを通してなんか別の新しいジャンルだと思いますね。これってなんて言うんでしょう、不思議な歴史的な音楽ですよね。もうね、それはね、どんなに嫌なことがあってもね、家に帰ってね、オルゴール聴くとね、スーッと気持ちが。これは今のそれこそポップとか新しいロックとかそういうのも入るんですか？やろうともできるんですか？いや、それはちょっと無理ですな。難しい。それじゃあ全然心癒されません。そうね、心癒されない。なんかどうしてもエリーゼの旅とかね、なんか大体音楽決まってるじゃないですか。ある程度のまず編曲できますけどね。そうですか。やっぱりそれは編曲できるんですか？できますよ。変えて。色のあれね、いわば普通の音楽をオルゴールの曲に変えられることができるんですよ。そうなんですか。それとラジオもなんかすごい谷川俊太郎さんのとかあるんですよね。これはちょっとお家に関係ないんですけど、関係ないです結局ここに何回も見える方には少し新しいものもね紹介しようとなったんですかね。ものってもうすでにいっぱいあるしね、やっぱりこれでね麻痺して物がいらないみたいなね時期になってるんですよ。だから今一番冷めてると思います。だから価値観のあれがレベルが低いんですよ。だからもっと高いね、なんかこう世の中にないものとかね、もう贅沢なものとかそういう体験をもっとね憧れるっていうか、そういうものを求め今ね逆なんですよね。ちょっと悪いけどユニクロでいいやみたいなね、本当
それで確かに済むんです。私もユニクロのなんか着たりそれ分かります。時代ですね。終わり、それで終わりじゃね、毎日ラーメン食べてるようなもんですよ。もっとおいしいものがあるよ、世界においしいものがあるよって、もっと世界に挑戦してもらいたいと思います。まあね、やっぱりね、本物をね、本物を子供の時から触ってもらわないとね、だからやっぱりこういうところに来たね、幼稚園生とかね、小学生の中にはね、やっぱりこれがね、何百年前のね、何百年前にこんなものができてるんですよとね、これ本物ですとね、作ったものじゃなくても本当に本物触らすとね、みんなね、100年200年前の本物を見せてやるとね、やっぱりね、みんな本当にね、子供さんでもね、感心するんですわ。ただ偽物が多いからね、最近は。ただ偽物を最初に見せるとね、これが本物だと思いますから、そうならないようにこういうところではね、本当に世界にないね、この絶対的な本物を見せなきゃいけませんね。同時に触ってもらうと、聞いてもらうと、それが大事ですね。やっぱり憧れるっていうか、やっぱり、素晴らしい人に憧れる、おいしいものに憧れってすごくね、なっていくんです、いつの間にか。でビジョンですよね。でビジョンなきところ民滅びるってあります。常に何になりたいとかね、憧れることってすごくいくつになっても一生あっていいと思います。それがね、前に行く一種のビジョンというか、前に行くなんか毎日が楽しいというかな、目的に向かってこうしようっていうね、気持ちになるんで、これがなくなったら終わりだと思う。そうですね。はい、本当に。やっぱり夢を持ってね、もうね、中学生とか高校生に見て、君の夢は何や言ったら、夢なんかないよって、こういうことが多い。昔はね、菅博士か大臣かっていうのが始まってね、みんな夢持ってたんですよ。その夢がなくなってしまってね。だから夢がなくなるとね、もうそれはもうその年が若いや、もうその年いってきたらね、それは夢がないって分かるんですけど、そのね、20歳あるいはそれ以下の方がね、夢がないと言われるとね、私も今大学経営してますから分かるんですけどね、夢がないということを言われると困るわけなんで、だからどうして、だから私はもう大学行って訓示するときはもう大ボラ吹いてね、それで夢が実現するんだっていう実際の自分が50年間やってきた中でね、こんなものができてね、それが世の中こういうふうに変わったんだとね。だから今のようなああいうそのね、スマホなんかでもね、今あんな薄くで小さくなってるけど、昔はできなかったと、ね、でモーターを小さくして薄くできたらそれが実現すると言われてね、やったらね、わーっと普及したんでしょ。だからやっぱりそういうね、やっぱり夢がそれできないんじゃなくて、やったらできるということをね、やっぱり若いね、その人たちに知ってもらいたいなと思ってね。だからホラーはね、いいことなんですよ。ホラーを吹くってね、今ね、若い人ホラー吹かないですよ。これが問題なんですよ。吹くホラーがないわけですよ。私は山田あります、ホラー。だからそれをね、やっぱり若い人たちに知ってもらってね、私の人生はこういう人生だったとね、だけどここまで会社大きになったやないかとね。だからそれはね、やっぱりね、夢を持ってね、今は実現できなくても将来は実現するぞという形でね、人生を過ごしてもらいたいなと思いますね。私も若い頃ね、私の周りに大ボラ吹きがいたんですけど、本当にあの時は思ったけれど、現実には本当になってますもんね。そうでしょ。なってます。だから言葉がね、大ボラ吹きっていうとなんかすごい悪いような感じだけど本当になってます。恥ずかしいことではないですね。ステージ左側にあるのがリプロダクション後の現代によみがえった作品です。ワルツを踊る少女。そして右側がリプロダクション前のものとなります。本事業は2024年下期からスタートいたしまして、2029年上期までの5カ年計画で進めてまいります。オートマタ作品は当財団でおよそ100作品収蔵しておりますが、5カ年で10作品の複製に取り組む計画となります。さあ、中森代表はいかがでしょうか。技術もね、これいろんな機械の犬ができたりなんかこうしてますから、こんなの作れたら当たり前やろというね、方が多いと思いますが、実際やってるからなかなかね、機械でできるもんだけなしに、こういうね、徹底でやらないかんしのものがたくさんあってですね、時間かかるんですよ。僕も最初ね、5年間でなんか
5つとかなんだとな、そんなんとはもうわしがおらんうちにもう、ね、後から作るからわしが生きてるうちに全部やってくれよと言うて今言っとるんですけどね、しかし実際にやり方見てるとそう簡単ではないですね。非常に手間かかります。よくできてますね。特にやっぱり顔がやっぱりすごくベベジモンのことですか。この元々のお人形のストーリーはベベジモンっていう。そうですよね。ジモンですね。でもそういうことが日本でできるってありえないぐらいですよね。フォトセッションタイムになります。この後はメディア限定の質問タイムになります。これだけね、熱心にここまでやったかっていうぐらいにもう執念というか見事ですね。それもいろいろあって面白いっていうか、これ年齢関係なく面白いですね。それと音楽と一体化でしょ。でこのモーター仕掛けっていうかいろ手品もあったりいろいろあるんですけど、こんなのまでみたいな、本当徹底的にコレクションされて、たったこういう小さいものから今やこんなになっちゃったみたいな、やっぱり小さくてもすごい出会いって大きいですね。それがこうなっちゃったっていうのかな、そういう意味ではいい例だと思いますし、素晴らしい大成功だでなんていうかな、一つの歴史観もあるし、やっぱ世界観もあるし、本当に素晴らしいです。鮮明に覚えてますからね。だから結局はその頃でもですね、オルゴールなんて持ってる人は少なかったんですよね。で結局はだから他のものを他の友達が持ってると、これは誰も持ってないからね、自分で欲しいと思ったんですよ。だからなかなか、でも結構値段その時ね、換算すると結構高いもんでね、母親はそんなね、自分のとこそんな買える家はないからね、お前大きなっただけこうたらええやないかと言われてね、それから何十年後やね、何十年後に会社を買ったわけなんで、それに取りつかれましたね。だからやっぱりそういう小さな時にそういうものに取りつかれるとね、やっぱりそれがずっとした今度はその自分の仕事にこうねつながってきてね、でもっといいものを作ったというようなことになってきてね、それで結局こういう博物館を作ったりねして、さらに今作ってるものなんかはもう最新の技術をねと入れてねやっていこうという、その原点がね、そのお祭りの時のそのオルゴールのね、それを見た時がスタートになってるわけなんでね。だから人間っていうのはね、そういうところでピッとしたやつが自分の職業のね、いわばその原点になってるわけですね。もちろんそれはその時はバネやけども、それはモーターにね変わっていってね、でそれをその時見てなかったら今のようなジデ君の同じ授業をねやってなかったということですね。ありがとうございます。それはオルゴールが女の子ですか。何ですか。なんか物はどんなオルゴールを買ってほしかったんですか。いや、その時のオルゴールって単純な味でね、バネでこうやってね回すとなんか桜とかいう歌が出てるだけの話で非常にシンプルなものですよね。それでもそれは結構高いですよね、その時の値段から。長森コレクションギャラリーは JR 京都線向町駅より徒歩10分。無料ですが完全予約制です。